本日はいつもの観光列車とはまた違った贅沢旅へ。開業当初から受け継がれる赤レンガの駅舎が特徴的な東京駅。2024年12月20日で開業110周年を迎えました。この特別な日を祝うために運行されたハイグレード車両 E655 系なごみの特別列車、東京駅開業110周年記念号に本日は乗車します。皆さんこんにちは、シオネルです。本日はおなじみの東京駅、こちらからなんとお召し列車に初めて乗車します。お召し列車に乗れることなんてなかなかないので、すっごく今日ね楽しみにしてました。今日は伊東に行って、伊東をちょっと観光した後、またお召し列車で東京駅に帰ってきます。ということで行ってきます。今回は団体ツアーなので受付してきました。今日はですね、お母さんと2人で行くんですけど、この団体ツアーは当日になるまで座席がわからないということで、もし1人で行って2人席の通路側だったらちょっとって思ったので、お母さんをお誘いして興味があるって言ってくれたので、今日は母と2人で行ってきます。ネックストラップが切符代わり、改札機の横を通って入場します。8番線へ行くとすごい人だかり。なごみの登場を待ち構える人たちで溢れ返っています。ホームの反対側にも多くの人が待ち構えていますね。現在は出発の30分前。皆さんどれくらい前から待機されているのでしょうか。いつもと同じ駅名標もなんだか今日は特別に感じます。真っ白の制服を着用されているのは東京駅の駅長さん。出発式も行われます。サフィール踊り子が入線してきました。同じ目的地へと向かう2つの車両を同時に見られそうですね。さあ、いよいよ入線してきます。こちらは母撮影の映像。ホームではロープで撮影場所の規制が行われていたのですが、なごみ乗車の人は規制線の内側に入れました。そのおかげで静かな環境で撮影ができたようです。E655 系がゆっくりと入線してきました。その姿からは迫力と優雅さが同時に感じられます。ただ見ているだけで特別な時間を味わえる、そんな列車ですね。車両をじっくり見たいところですが、東京駅では難しそうなので、伊東駅で改めて写真を撮ったり楽しもうと思います。ちなみに私はというと、規制線の外側でお祭りのようなにぎわいの中、入線を待機していました。やっぱり自分のすぐ近くに来るまで車体が見えず、なかなかに大変な撮影を経験しました。さあ、いよいよ乗車。かなりテンションが上がっています。こちらの列車はなんと全席グリーン車仕様のハイグレード車両です。このような特別な時にしか乗客を乗せての運行はされません。2+1 列のゆったりとした配置。どっしりと構えた座席に迎えられ、とても安心感があります。布や木目調の素材が使用され、この天井の照明も相まってどこかぬくもりを感じる空間です。座席は落ち着いたラベンダーカラーに市松模様が施され、さりげない日本らしさがとっても素敵。車内全体の控えめな雰囲気が上品で、しっとりとしたお召し列車としての魅力を感じます。ホームからたくさんの人のお見送りを受け出発しました。さあ、ここから普段は通らない特別なルートを通って伊東駅へ向かいます。車窓からは赤レンガの丸の内駅舎が見え、その歴史ある姿に見送られながら旅がいよいよ始まるというワクワク感が高まります。
出発してすぐに新幹線が横を走っていきました。楽しんできてねとお見送りのパフォーマンスを受けているみたいで嬉しかったですね。ザ・都会の景色。横の高架はゆりかもめが走っています。ビルの間を縫うように走っているのが面白いですね。浜松町駅が見えてきました。都会的な景色を眺めながら進むのもいいなと思います。それでは東京駅110周年記念号の旅をごゆっくりとお楽しみください。まもなく品川駅に一旦停車をいたします。背もたれは自動で動くタイプ。ゆっくり倒れるので後ろの人への配慮もバッチリです。まもなく品川駅。座席の大きな背中はすっきりとしていて、収納ポケットと荷物掛けフックのみ。品川駅を出発しました。ここからは横須賀線に入ります。窓は一席ごとに区切られていて、正方形寄りの大きめのデザイン。日よけを下ろしてみると、こちらにも市松模様が施されています。レッグレストも自動です。座席幅も余裕があり、この列車にはふさわしくないバタ足をしてしまいました。テーブルは肘掛けに収納されています。お弁当を食べるのにはちょうどいい大きさ。座り心地がとっても良くて、つまり寝心地が最高なんだろうなと思うと、思わずうとうとしてしまいます。ふかふかとかではなく、本当にゆったりと優しく包み込んでくれるような感じで、椅子にも性格があるのかと思います。ヘッドレストは可動式で、座席幅いっぱいの長さなので利用もしやすいです。新川崎駅を通過。普段は品川駅からまっすぐ進んでいるところを、今日は迂回している感じです。記念グッズをもらいました。じゃん。東京駅開業110周年限定の缶バッジ。丸の内の駅舎が、この駅舎大好きなのでめっちゃ嬉しい。八角形、珍しい形もいいですよね。そしてじゃん、限定のプレート。裏はなんと、じゃーん、これめっちゃ良くないですか。110周年記念号乗客限定の記念グッズ。プレートの裏を見ると、本日限定のサボ風になっていました。鶴見駅を出発しました。この日乗客には時刻表が配られていて、何時にどこを通過するのかというのが細かく分かって、かなり楽しめましたね。そしてここからは高島貨物線を走ります。貨物線ですから、もちろん普段走ることはありません。普段走ることがない場所を走るこのワクワク感といったら、まさに鉄道の裏メニューにありついたような感覚です。この高島線は東海道線の貨物支線の一つで、鶴見駅と桜木町駅を結んでいます。なごみの車内サービスも体験してみました。フリー Wi-Fi もあるのですが、車内コンテンツ専用のものに切り替えて QR コードからページにアクセスすると、車内コンテンツが楽しめます。E655 系のアイコンで現在の走行位置を確認できたり、展望カメラも。ちょうど貨物列車とすれ違いです。貨
貨物船なのに複線なんですね。現在は横浜のベイエリアというのでしょうか、こちらを走っています。おしゃれな三井倉庫が並び、小樽の倉庫街を連想させます。このすぐ先、進行方向右側には貨物駅の東高島駅があります。横浜グランドインターコンチネンタルホテルとコスモクロック21が見えました。横浜を走っていると一瞬で理解できますね。都会的なビル群と穏やかな川が横浜らしい雰囲気を感じさせてくれます。こちらは4号車と5号車の間のデッキ部分、カウンターにもなっていて、ここから景色を楽しむこともできます。列車は桜木町駅を通過中、旅客路線と貨物路線が共存する根岸線に入りました。横浜スタジアムも見れました。伊東には何回か行ったことがありますが、全く違う車窓を楽しめるというのはとっても面白いですね。バリアフリートイレはとても綺麗で広々。全身鏡もあります。この施錠ボタンってあまり見たことがない気がします。男性用トイレもありました。こちらのスペースはカフェとしての営業もあるみたいですね。全体的にライティングにすごくこだわりがあるなと感じます。きっと夜に本領発揮する列車だなと思うので、袋が楽しみです。ガスタンクが見えたこちらはエネオス株式会社根岸製油所。石油タンク車がたくさん留置されている姿はかっこいいですね。この製油所があるので、根岸駅を発着とする貨物輸送が多く行われているそうです。先ほど通った高島線もこの石油を運ぶために使用されているそうですよ。荷物はハットラック式で車内がすっきりしていますね。今回こちらの列車の企画・実施は JR 東日本ビューツーリズム&セールスにより行われており、予約は日本の旅、鉄道の旅サイトから乗車日の2ヶ月前に申し込みました。10時予約スタートで、かなり早いタイミングで満席になっていたと思います。
お値段は私が乗車しているグリーン車は1人3万1000円、カー割り座席の VIP シートだと1人4万1000円です。大船駅を通過中、配布された時刻表を見ると、おそらくここから東海道貨物線に入ったのかなと思います。さあ、お待ちかねのお昼の駅弁タイムです。私は時間に関係なく乗車後すぐに食べたくなるので、出発から1時間だいぶ我慢しました。この壁部分など椅子以外の質感もとても良かったですし、この案内表示が一面鏡になっていてとってもかっこよかったです。東京駅開業110周年記念弁当です。丸の内駅舎の赤レンガがモチーフのパッケージが可愛いですね。中身はこんな感じで、もりもりの盛りだくさん、彩り鮮やかで美味しそう。ありがとうございます。はい。そして限定パッケージのお水も、記念グッズやこちらのお弁当、そしてお水も今回のツアー料金に含まれています。では早速いただきます。まずは110周年をお祝いしてクイーン入りの卵焼きから。この一口目がたまりませんね。これだけ種類が多いと何から食べるか贅沢に悩んでしまいます。こちらは福井県の里芋コロニ。ここからはどんどん海沿いに向かっていくので、お弁当に車窓に忙しくなります。列車はもうすぐ神津駅。波音が聞こえてきたようなこの瞬間、車窓に広がる青い世界がまるで迎えに来てくれているようで胸が高鳴ります。JR 東日本エリアの新幹線の起点となる東京駅と、各新幹線の終着駅にちなんだ食材や名物料理を彩りよく盛り込んで、一つのお弁当の中で楽しめるお弁当。各地の出身者や普段から駅弁が好きな JR 東京駅の駅員へのアンケートから生まれたそうです。東京のハゼ甘露煮、お米と食べるのが最高に美味しいです。E655 系の上質な車内でいただく駅弁はいつも以上に美味しく感じられます。車窓奥には小田原城が見えています。小田原城天守閣から見える景色が好きで何回か訪れたことがあります。贅沢な空間でいただく駅弁と窓の外に広がる風景が織りなす時間はまさに鉄道旅の醍醐味。列車が根府川駅に近づくと、車窓いっぱいに広がる海の絶景が目に飛び込んできます。
秋田県の純菜入りもずく酢。口の中が一気にさっぱりして最高です。最後にデザート。新潟県の笹団子風焼きまんじゅう。程よい甘さがいいですね。ドリンクホルダーはありますが、座席に腰掛けると少し遠く感じます。列車は熱海駅を出発し、現在は伊東線を走っています。もうあと30分もしないうちに伊東駅に到着しますね。ちなみに今回の110周年記念号の目的地に伊東駅が選ばれたのは、110が伊東だからでしょうか。窓の外には青い海と手前には穏やかな街並みが広がります。この場所特有の静かな風景が広がり、なんだかほっとしますね。伊豆多賀駅を出発すると、なんと空には虹が。山から海へと大きなアーチを描き、くっきりと鮮やかに輝いています。この特別な乗車にふさわしい光景。今日の旅がもっともっと特別に感じられる瞬間ですね。後ろの方は薄暗い雲に覆われ、進行方向は青く晴れています。和みを歓迎してくれているような空にも感動しますね。ヤシの木が並び、リゾート感がぐんと高まりました。さあ、伊東駅に到着です。改めて E655 系を見るとかっこいいですね。シンプルなのに存在感がある車体。前面は流れるような流線形となっており、優雅さと力強さの両方を感じさせます。車体にあしらわれた金色のラインが全体を引き締めるアクセントになっていますね。シンプルな車体にこのラインのみというデザインから静かな威厳を感じました。そして特徴的なのはこの色。茶色にも紫にも見えますが、こちらは漆色。光の当たり具合で色合いが変化する特殊な塗装が施されているそうです。本日は5両編成で運行していますが、号室または同時に国賓が利用する際にのみ3号車と4号車の間に特別車両が連結されるのだそう。乗客全員が降りると、この列車は回送車となり、復路の運転まで伊東駅に停車しています。ゆっくりと車両を見たり写真を撮っていたら、あっという間に30分が経っていました。伊東駅に到着しました。次が3時39分発なので、そのまでの間、どこ行こうかなって思ってたんですけど、じゃん、伊東駅のスタンプラリーっていうのがあるので、何かプレゼントをもらえるということで、ちょっとこちらにね参加したいと思います。まずどこ行こう。伊東といえばやはり温泉でしょうか。温泉地ならではの街歩きを楽しめます。時期は違いますが、地引き網なども有名で、私は中学生の頃に体験した記憶があります。ということで1店舗目で、じゃん、伊東で育ったみかんだけで作った伊東というねみかんジュースを買いました。 100% です。早く飲みたい。結構大きい。1450円くらいでした。で、駅とまチケットを2枚使って、残りはねカードです。1つ目結構近い場所にあったんですけど、フィナンシェ専門店の七色おやつさんで買いました。見てください、めっちゃ可愛いバケットに入って
これ4つセットで、駅トマチケット利用で1000円で購入しました。持ち運ぶだけで結構テンション上がりますね。スタンプが3つ貯まったので伊東駅に戻って引き換えです。ということでスタンプラリー引き換えてきました。じゃーん。185系の特別クリアファイル、これ何サイズって言うんだろう。 B5 かな。 B5、私は駅トマチケットも使ったので2枚なんですけど、どっちが駅トマチケットを使ってもらえるクリアファイルなのかはちょっと分かりません。裏はどっちもこういう感じになってます。めっちゃ可愛い線路とか、あと185系のね車両が走ってます。駅に併設されているお土産屋さんで帰りの列車で食べるものを調達して早めにホームに向かいます。雨に濡れた E655 系もかっこいい。ちょっと見えづらいのですが、こちらが VIP シート。黒の革張りの座席がスタイリッシュでかっこいいですね。袋も同じ座席に座ります。伊東駅を出発。伊東駅でも温かいお見送りを受けながら列車は東京駅へと向かいます。帰りは駅とは違うルートを走行し、景色もまた違った表情を見せてくれます。行きとは違ってあいにくのお天気ですが、それも同じ風景を見せない演出と思えてしまうほど気分も上がっています。それでは東京駅110周年記念この旅をお楽しみください。往路で少し触れましたが、今は外が少し暗いため車内の雰囲気が行きの明るい時と比べてさらによく感じます。オレンジ色の間接照明が心地よく車内を照らし、そっと包み込んでくれるような落ち着いた気分にしてくれます。明るい状態では気づきませんでしたが、座席の上部にもやんわりと間接照明がつけられていました。早川駅を通過。さっきとは全く違う場所に思えますね。早速先ほど購入したフィナンシェをいただきます。外は少しカリッと、中はふわっと美味しいです。そして駅で購入した三日日みかんの大福もいただきました。旅先の余韻を残しつつ帰りの列車に乗車すると、その思い出がより色濃く残るので好きです。外はすっかり暗くなり、街の明かりがイルミネーションのように見えます。横浜駅を通過。さすが横浜駅。帰宅ラッシュよりはまだ少し早いかなという5時10分頃ですが、人が多いですね。東京駅は大正3年
12月20日に開業し、今年110周年を迎えることができました。大正、昭和、平成、令和と長きにわたる歴史の中で、皆様から多大なるご支援と東京駅を愛していただいていることに深く感謝を申し上げます。開業110周年は一つの節目となりますが、今後もこれまでの伝統を生かしながら、日々駅をご利用いただくお客様とともに発展させていただき、新たなスタートと考えております。ぜひ引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。本日の旅が皆様にとって素敵な思い出の1ページとなればとても嬉しく思います。本日のご乗車誠にありがとうございました。往路とは違って多くの電車とすれ違うのも面白いです。品川駅を通過。たくさんの仲間たちがお疲れ様と声をかけてくれているようにも感じます。往路よりも30分短い運行時間で東京駅に戻ってきました。夜も朝よりは少ない気がしますが、多くの人が E655 系を見に来ていました。今日の旅を特別な時間にしてくれたなごみを見送ります。110年の歴史が詰まった東京駅、そしてその記念を彩るなごみの特別運行。特別であふれたこの時間は鉄道旅の魅力を存分に味わえるひとときでした。ということで本日も最後まで見てくださりありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。